皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストの時間です。こんにちは、ゆきです。りかです。今日もよろしくお願いします。今日はどんな一日だった？今日はちょっと疲れました。バイト先でお客さんの日本語が全然聞き取れなくて。それ今日の話題にぴったりだね。本当ですか？うん。今日は聞き取れないを直す方法について話そうと思ってたんだ。わかります。私、単語は知ってるのに、会話になると全然聞き取れないんです。それすごくよく聞く悩みだよ。実は単語を知ってるかどうかより耳の使い方の問題なんだ。耳の使い方？うん。今日はその理由と直すための3つの方法を紹介するね。まず1つ目。日本語は音がつながる言語だってこと。音がつながる？例えば聞いてるってゆっくり言うと聞いてるだけど、自然に話すと聞いてるが一つの音の塊になって境目が消えるんだ。それでよくなんて言ったかわからないってなるんですね。そう。単語一つ一つは知っててもつながった瞬間に別の音に聞こえる。これ心理学でいう知覚の統合に近い現象なんだ。バラバラの点が頭の中で一つの線に見えるみたいな感じ。パラパラ漫画みたいな感じですか？一コマずつはただの絵なのに、続けてみると動いて見える。まさにそれ。だから対策は単語を一つずつ覚えるんじゃなくて、つながった音のまま覚えること。つまり、単語帳より表現ごと覚えた方がいいってことですか？そういうこと。聞いてるを聞いてるで覚えるんじゃなくて、聞いてるで一つの音として耳に入れる。二つ目は全部を聞き取ろうとしないこと。それでいいんですか？逆に不安になります。最初はそう思うよね。でも日本語のネイティブも会話の中の音を全部聞き取ってるわけじゃないんだ。そうなんですか？人間の脳は聞こえた音の隙間を前後の文脈で勝手に埋めてる。これ地図で例えると分かりやすいかも。地図ですか？知らない街を歩くとき、全部の看板を読まなくても方向と目印だけで目的地につけるでしょ。聞き取りも同じで、全部の音じゃなくて大事な言葉と流れをつかめば意味はつながるんだ。なるほど。確かに全部聞こうとすると逆に焦って余計わからなくなる気がします。そうそう。だから練習の時は今の大事な言葉は何だったって自分に聞くようにするといいよ。三つ目は声に出して真似する練習。真似読みって呼んでるんだけど。真似読み？聞こえた音をそのまま声に出してみる練習。耳で聞いた音と口で出す音がつながると、次に聞いた時に脳が、これ知ってる音だって気づきやすくなるんだ。耳と口がつながってる感じですか？そう。楽器の練習にちょっと似てるかも。旋律を頭で分かってても、実際に弾いてみないと指が覚えないでしょ。耳も同じで、実際に声に出すことで初めて聞き取る筋肉が育つんだ。私、リスニングの練習ってずっと聞くだけでした。声に出したことなかったです。それすごくもったいないよ。1日1分でいいから聞こえた音をそのまま真似してみるだけで変わってくる。あと、これは文化的な話なんだけど、日本ではもう一度お願いしますって聞き返すの全然失礼じゃないんだ。そうなんですか？私、聞き返すのちょっと申し訳なく感じちゃいます。気持ちはわかるよ。でも実は日本人同士の会話でも聞き返すことは普通にあることなんだ。むしろちゃんと聞こうとしてるっていい印象を持たれることが多いよ。それ聞いて安心しました。わからないままうなずくより聞き返す方がずっといいからね。じゃあ今日のまとめね。一つ目は単語を一つずつじゃなくてつながった音のまま覚えること。二つ目は全部を聞き取ろうとせず大事な言葉と流れをつかむこと。三つ目は聞こえた音を声に出して真似する真似読みの練習をすること。全部一気にやろうとしなくてもいいですよね。それが一番大事。まずは一つだけ選んでそれを1週間続けてみて、
慣れてきたら次に進めばいいから。じゃあ私は真似読みから始めてみます。最後に今日のベスト表現3ついくね。はい、お願いします。1つ目、もう一度お願いします。聞き取れなかった時に使えますね。2つ目、ゆっくり話してもらえますか。これ優しく頼める言い方でいいですね。3つ目、今の意味がわかりませんでした。素直に言っていいんですね。なんか安心します。今日の内容もっと詳しく知りたい人はブログに全文のスクリプトを載せてるから概要欄から見てね。私からも一つ質問です。皆さんは聞き取れなかった時聞き返しますか？それとも分かったふりをしちゃいますか？コメントで教えてください。それじゃあ今日はここまで。さようなら。またね。バイバイ。